今日は神奈川県の JR 横須賀駅にやってきたのだ。東京駅からは JR 横須賀線で約1時間15分。横須賀線の名前の由来にもなっている横須賀を代表する駅なのだ。こちらの横須賀駅は駅のホームから改札まで平面移動できる日本でも数少ない階段のない駅としても知られています。かつて軍港へ物資を運びやすくするためだったなど諸説あるみたいなのだ。それに駅舎は1940年昭和15年に改築された古典的風格を残すレトロな外観です。横須賀エリアは観光スポットが多いので今回は JR 横須賀駅の周辺に絞って散策するのだ。横須賀中央駅エリアは猿島も含めて別の機会に訪れる予定です。時刻は正午前。快晴で絶好の散策日和なのだ。桜も満開でちょうどいい時期に来れました。早速横須賀駅周辺を散策スタートです。改札を抜けるとすぐ目の前に海が見えるのだ。駅を出てすぐに海が見えるのはすごく素敵な景色だね。全国でも珍しい改札を出た瞬間に目の前が軍港という駅なんです。早速軍港に向かって歩いてくのだ。その軍港に沿って横須賀駅の正面に広がっているのがベルニー公園です。 JR 横須賀駅から京急塩入駅付近まで海沿いに続くフランス庭園様式の公園なんですよ。公園に着いて早々目に飛び込んでくるのが巨大な軍艦なのだ。護衛艦や潜水艦が日常的に停泊している光景はここならではですね。観光客の方も多くて立派なカメラで撮影している人もたくさんいました。幕末にフランス人のベルニーさんが技術責任者として横須賀製鉄所の建設に携わったのだ。名前は製鉄所だけど実態は造船施設だったそうなのだ。ここから日本の近代化が始まったと言われているのだ。公園の名前もそのベルニーさんに由来してるんですね。公園内には見どころがたくさんあるので順番に回っていくのだ。まずは駅のすぐそばにあるベルニー記念館からなのだ。公園に入ってすぐの場所にあります。フランス・ブルターニュ地方風の石壁が特徴的な建物ですね。入館無料で中には国の重要文化財に指定されているスチームハンマーが展示されています。3トンと 0.5 トンの2機があって国内に現存する最古のものだそうです。実物はとにかくでかかったのだ。他にも戦艦の模型や少しだけどお土産ショップ、それに観光用のパンフレットも置かれてたのだ。無料でサクッと見られるし最初に立ち寄っていくのがいいね。このベルニー公園散策してると気になるものが次々と目に入ってくるのだ。戦艦陸奥手法、ソーダリン型サイクルスタンドとかたくさんの石碑、そういった歴史的なモニュメントが至る所に配置されてるもんね。軍港も軍艦もそれほど興味があるわけでもなかったけどこうして実際に見てみるとそのかっこよさにしびれるのだ。軍港だからといって公園が物々しいわけでもなくお弁当を広げたくなるような雰囲気の良さもあるもんね。公園の途中八角形の小さな建物が左右に2棟あるのだ。こちらは旧海軍軍港のヘミハトバエイ門です。かつて軍港のゲートとして使われていた衛兵ボックスですね。公園の道路側にあるので見落としやすい場所かもしれません。ここは公園の管理事務所なんだけどワーキングスペースでもあるのだ。以前はカフェレストランコルセールというお店だったみたいです。軍港を眺めながら海軍カレーやガレットが食べられるお店として人気でしたが2022年3月に閉店してしまったそうです。ワーキングスペースは横須賀在住在勤在学の人なら1時間300円から使えてとてもリーズナブルなのだ。それら以外の方でも450円から使えます。軍港を眺めながら仕事できるってそうそうないロケーションだと思うのだ。公園内はフランス式花壇や噴水もあるのですが4月下旬まで芝生育成中となってたね。お花もまだ咲いてなかったのだ。他に横須賀街中ピアノが設置されています。こちらは土日に開放されてるみたいです。続いてやってきたのは横須賀近代遺産ミュージアムキボディエテなのだ。入り口で独特な衣装を着た方が呼び込みをしていたのでお邪魔したのだ。明治時代風の袴姿でしたね。こちらは1869年明治2年頃に横須賀製鉄所の副市長の官舎として建てられた
本州最古級の西洋館を外観復元した施設です。入館無料で見学できます。中には当時の部屋を再現したゾーンや日本の近代化が横須賀発祥だったことがわかる資料が展示されているのだ。 3DCG シアターもあってウェブから予約ができます。今回はこの後に参加する軍港巡りツアーの時間との兼ね合いもあって見られませんでした。シアター以外はサクッと回れるボリューム感だったのだ。ベルニー公園を抜けて今日のお目当て横須賀軍港巡りのツアーに向かうのだ。チケットの発見場所はベルニー公園の先にあるショッピングセンターコースカベイサイドストアーズの2階にあります。横須賀駅からだとベルニー公園を通って徒歩約10分、京急の塩入駅からだと徒歩5分の場所ですね。日米の艦船を間近に見られる日本で唯一のクルージングツアーなのだ。横須賀に行くなら絶対参加したいと思ってたのだ。約45分間で構内を一周します。平日でも満席になることがあるそうなので事前予約をおすすめします。チケットも出港の15分以上前には受け取っておいた方がいいみたいです。いよいよ出発なのだ。席は自由でおすすめは2階デッキの進行方向右側らしいのだ。実際乗ってみて僕も同じ感想なのだ。2階デッキは風がかなり強いけど開放感と眺めは断然こっちだね。客層は1人客、家族連れ、高齢のご夫婦と様々だったのだ。軍艦に興味がなくても楽しめると思うのだ。大きいレンズのカメラで撮影してる方が何人もいたのは印象的だったね。座席も自由に移動しながら撮影を楽しんでいた人が多かったです。そしてガイドさんの生解説が名物で軽快なトークがエンターテインメントとして面白かったです。毎日停泊する艦船が違うので何が見られるかは当日のお楽しみだそうです。あっという間の45分だったのだ。ちなみにチケットの半券は抽選券になってます。30人に1人の確率でプレゼントが当たるとこれもガイドさんが言っていました。チケット売り場の横にあるお土産ショップで当選番号が貼り出されているのだ。結果は外れだったのだ。軍港巡りから戻ってきて桟橋のすぐ近くにあるスタバで休憩するのだ。ここのスタバ大きな窓から軍港が見える絶好のロケーションになってるんです。1階の窓の正面の席に座れたのだ。軍艦を眺めながらコーヒーを飲めるスタバってなかなかないと思うのだ。唯一無二かもしれないね。2階はテラス席もあるみたいです。今回は運よく窓正面の席が空いてたから1階にしたけど今日みたいな晴れた日はテラス席も気持ちよさそうなのだ。休憩の後は改めてコースカベイサイドストアーズの中を歩いてみたのだ。先ほどの軍港巡りのチケット発券場が入っている大型商業施設ですね。ファッション、フードコート、銀行、それにニトリ、映画館やボーリング場まであるしかなりしっかりした規模のショッピングセンターだったのだ。横須賀市民の生活を支える充実した施設だね。横須賀ならではのお土産もたくさん売っているので観光の拠点にもぴったりです。海軍カレーとかおなじみのお土産もあったけど僕はスプーンとキャラメルを買ったのだ。カレーは買わずにスプーンだけね。レトルトの海軍カレーは食べたことあるのが多かったしスプーンがかっこよく見えちゃったのだ。佐世保って掘られてるけどコースカを出て大通りを渡った先に見えてくるのが横須賀芸術劇場なのだ。入り口はベイスクエア横須賀一番館の4階なのだ。馬蹄系のオペラハウス仕様の大劇場と小劇場の2つのホールを持つ施設です。設計は東京都庁も手掛けた丹下健三さんですね。実はこの場所戦前は日本海軍の下士官兵集会所があったのだ。戦後にアメリカ海軍に接収されて兵員クラブ EM クラブとして使われていたのだ。その EM クラブで多くの日本人ジャズミュージシャンが腕を磨いてここからアメリカ文化を全国に発信していったと言われています。横須賀らしい歴史の上に立っている劇場なのだ。現在は大劇場が改修工事中でリニューアルオープンは2026年9月頃の予定なのだ。小劇場の方はやってるみたいだね。芸術劇場の大通り側横断歩道を渡ったところにスカジャンマンホールがあるのだ。横須賀はスカジャン発祥の地ということでそれをデザインしたご当地マンホールですね。
足元にあるし、横断歩道前だから見落としがちかも。しっかり撮影しておきました。続いてやってきたのはドブ板通りなのだ。横須賀芸術劇場の向かい側がちょうどこの通りの入り口になってるのだ。日本語よりも英語の方が目につく看板が多い独特の雰囲気の商店街ですね。そんなアメリカンな通りの中、入り口付近で異質なオーラを放っていたのが延命地蔵村なのだ。アメリカにゴリゴリの日本が混ざり込んだ不思議な光景に感じちゃったのだ。もともとはこの辺りにあった素堀のトンネルでの事故が多くて、通行の安全を祈願して祀られたのが始まりだそうです。いつしかお参りすると長生きできると言われるようになって、延命地蔵村と呼ばれるようになったとか。ドブ板通りはミリタリーショップや軍の放出品とかを扱っている個性的な外観のお店が立ち並んでいるのだ。スカジャン発祥の地ということでスカジャンのお店もあるのだ。横須賀ジャンパーを略してスカジャン。戦後アメリカ兵がお土産としてジャンパーに和風の刺繍を入れたのが始まりと言われています。それにしてもドブ板通りってすごい名前なのだ。昔この道の中央にはドブ川が流れていたそうです。通行の邪魔になるから海軍から提供された厚い鉄板や木の板で蓋をしたことからドブ板通りって呼ばれるようになったそうです。ドブ板通りの中頃にある津波にやってきたのだ。ドブ板通り一番人気のネイビーバーガー店なのだ。アメリカ海軍提供のレシピをベースにしたバーガーが名物で、歴代アメリカ大統領の名を冠したメニューが並んでいます。一番人気はジョージ・ワシントンバーガーだそうです。15時過ぎだったのに席は8割くらい埋まってたのだ。さすがは人気店なのだ。もちろんジョージ・ワシントンバーガーを注文しました。横須賀には三大グルメと呼ばれるものがあって、ネイビーバーガー、海軍カレー、チェリーチーズケーキなんだけど、このお店ではその全部が食べられます。ただメニュー写真で見たハンバーガーがかなりのボリュームに見えたので、今回はバーガー1本に絞りました。実際とんでもないデカさだったのだ。まさにアメリカのバーガーって感じなのだ。バンズはパリッと焼けてて香ばしい。カリカリのベーコンもいいし、パティも大きくて分厚くて肉々しいです。期待を裏切らない味なのだ。それに食っても食っても食べ終わらないすごいボリュームなのだ。なんとか完食したけどお腹パンパンになりました。半分でも良かったかなってくらいハンバーガーが大きかったです。海軍カレーとチーズケーキはいずれ横須賀中央駅を散策するときにいただくのだ。津波を出てドブ板通りを大通り方面へ左に曲がると正面に大きなゲートが見えてくるのだ。あれが米国海軍横須賀海軍施設、そのメインゲートであるカーニーゲートだね。ここから先がアメリカという象徴的な場所ですね。さすがに近づくのは怖いので遠くからの撮影にしました。カーニーゲートとは逆方向、津波を出て右手側にまっすぐ進むと諏訪大神社があるので向かうのだ。ホテルの横に大きな鳥居がありますね。あの鳥居をくぐって坂道を登っていくと本殿が見えてきます。1380年足利義満の時代に三浦貞宗が横須賀の鎮守として創建しました。640年以上の歴史を持つ横須賀の総鎮守です。軍港にアメリカンな商店街に室町時代からの神社、横須賀はいろんなものが詰まってるのだ。参拝者も少なくひっそりとしていて静かにお参りできました。アニメ「ハイスクールフリートン」の聖地としても知られているそうです。そして階段を上りきった瞬間、桜がすごかったのだ。思わず「わあ綺麗」と声が出てしまったのだ。この桜は本当にお見事でした。裏手の方にも登ってみたのだ。ここは諏訪公園なのだ。明治33年に当時皇太子だった大正天皇のご成婚を記念して公園化事業が始まり、明治45年に完成した公園です。横須賀の旧市街では最も古い公園なんだそうですよ。石碑がいくつかあったのだ。関東大震災の避難記念碑やかつてこの公園で飼われていた動物の慰霊碑とか歴史の痕跡が残っていたのだ。諏訪大神社を後にして京急の塩入駅までやってきたのだ。 JR 横須賀駅と京急横須賀中央駅の間にある駅だね。予定だとここから帰るつもりだったんですが、ベルニー公園がとても素敵だったので
もう一度あそこを通って横須賀駅から帰ることにしました。塩入駅って横須賀駅と横須賀中央駅に隠れがちだけど、目の前に巨大ショッピングセンターコースカベイサイドストアーズとベルニー公園、すぐ近くにドブ板通りと、実はかなり便利な駅だと思ったのだ。帰り道のベルニー公園はお昼過ぎの時とはだいぶ雰囲気が違うのだ。すっかり子供たちの遊び場になってるね。正午頃は観光客やカメラマンが多かったけど、夕方は地元の人たちの公園になってます。こういう側面もある公園なんだなと思ったのだ。軍港の公園でありながら地元の人たちの日常の場所でもある。そこがベルニー公園の魅力なのかもしれないね。今回は横須賀駅周辺をメインに散策しましたが、ミリタリー、歴史、そしてアメリカンな文化と本当に見どころの多い街でしたね。正直横須賀は侮っていたのだ。軍艦もとってもかっこよかったのだ。今まで見てきた海とは全然違う軍港ならではの迫力がありました。外国人も多かったのだ。観光客かと思ったけど、軍の関係者やご家族だったのかな。それも含めて横須賀ならではの空気感だったね。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますね。動画作りの励みになるのだ。